じゃあね、高血糖の治し方について説明します。高血糖の治し方。高血糖の治し方は、高血糖っての治し方は、高血糖の治し方。これつまり高血糖をどう治すかっていうと、血中に散らばってるグルコースを減らすってことだよね。どう減らすかっていうと、まず高血糖、血糖量の高い血が刺激するんですよ。どこを刺激するかっていうと、肝脳の視床下部。で、肝脳の視床下部は、副交感神経を介して、膵臓にある細胞のね、集まり。それをね、ランゲルハンス島って言うんだけど、実際の島ではなくて細胞の集まりのことね。このランゲルハンス島の中の B 細胞に命令を下すんですよ。A 細胞もあるんだけど、今日登場するのは B 細胞ね。で、ちなみに、高血糖による刺激は、膵臓ランゲルハンス島の B 細胞も直接刺激することも知られています。つまり二重の経路があるんだね。高血糖による刺激を膵臓のランゲルハンス島 B 細胞が直接刺激するルートと、高血糖による刺激を肝脳視床下部が感知して、で、副交感神経を介して、膵臓のランゲルハンス島 B 細胞に命令を下す。この2つのルートがあるんだよね。だから記述問題では、次数で判断して、やっぱり2つのルートを書いた方がいいよね。で、この膵臓のランゲルハンス島 B 細胞が主役となるね、今回、高血糖での調節、血中を散らばっているグルコースを減らす主役となるホルモン、インスリンを出すのね。インスリン。で、インスリンってどんな風な働きをするかっていうと、インスリンっていうのは、インスリンの働きっていうのは、グルコースの細胞への吸収、そして分解、さらに肝臓や筋肉でのグリコーゲン合成、これらを促進。これがインスリンの働き。グリコーゲンっていうのは
グルコースがたくさんつながったものだから、なんていうか、こうまとめてしまうって感じ。グルコースをグリコーゲンの形でまとめて炭素の役割、肝臓とか筋肉にしまうって感じで、インスリンが出ることによって高血糖が治ると。テストに出やすいところが、この副交感神経であるということがテストに出やすいかな。だけどなんで高血糖になったかっつったら、一般的にご飯を食べたから。高血糖っつうのは食後に起こりやすいというか、食後に起こりやすいことだよね。高血糖の状態って。血中に摂取したグルコースが溢れてる状態。食後って眠くなるでしょ。だから当然、副交感神経が働くことを、納得できるよね。食後ってリラックスじゃん。食後ってリラックスするじゃん。だからイライラの交感神経よりもリラックスを支配する副交感神経の方が働くかなって、試験中も推察できるかな。あとはやっぱりインスリンの働き、要チェックね。グルコースを細胞の中に取り込んで、そして分解しようとする。血中に散らばってるからね。で、肝臓や筋肉でグリコーゲン構成を促進して、血中に散らばってるグルコースをちゃんとまとめてしまうと。グリコーゲンの形でまとめてしまう。これが高血糖での調節の仕方です。しっかりこれ自分で書けるようにしっかりマスターしましょう。